テニスチャンネルへようこそ。さて今回は今年フレンチオープン、US オープンの2つのグランドスラムタイトルを獲得したカルロス・アルカラス。彼のサーブについて見ていこうと思うよ。アルカラスのサーブは以前は数少ない弱点と言われていたけど、今大きく成長したサーブ力がテニス界でも注目されているね。そうなんだ。アルカラスはこの1年間のツアーの中で、サーブに関するスタッツから割り出されたサーブレーティングで10位につけている。上位の選手たちのほとんどが高身長のビッグサーバーであることを考えると、身長183センチのアルカラスがこの位置にいることは驚くべきことだ。ふむふむ。220キロ級の高速サーブを連発し、1試合に10本以上のエースを取ることもしばしばだし、時に非常に攻撃的なセカンドサーブのクオリティも見事なものだ。ところでこういう選手の技術の進化を語るときに、私よく感心するんだけど海外の人の分析とかちょっとした変化をすごくよく見てるよね。ほほう。アルカラスのサーブの進化についてよく言われているのがこれ。左が2024、右が2025年のアルカラスです。何か違うかな。ラケットの引き方に注目してみよう。2024ではラケットヘッドを立てるように持ち上げ、肘が少し肩のラインより前にあるところで一度静止しているね。確かに。2025ではラケットヘッドが一度やや下を差し円弧を描き持ち上げて、肘は肩のライン。こう見ると違いがわかりやすいな。2024ではここから肘が肩のラインに入りスイングしていく。2025では肘が先にセットされていて、ラケットヘッドは動きを止めず加速に移っているね。確かに。もう一度同時に見てみよう。確かに新バージョンがより滑らかになっているのがわかるね。しかしこういうのに気づくのがすごいよね。日本人はよくフォームにこだわるというけれど、やはり世界は広いなと思わされるね。まあこれは受け売りなので今回言いたいのは私が見て感じたこと。ジャパンオープンに出場したアルカラスのプレーを見ることができました。でもうすでに結構前のことのような気がするけど、ゆっくりやっていますので。これは私が見たサーブ練習中のアルカラス。画質アップ。スマホのカメラなんて何でもいい。そう思っていた時期が私にもありました。それはともかく私は生でアルカラスのサーブを見てびっくりしたね。ほほう。それはこの打点。アルカラスのサーブ。こんなに前でボールを捉えていたのか。打点が前だと何がそんなに驚きなんだい？打点を前に取ることがどういうことか整理してみよう。サーブにおいて打点を前に取ることは色々メリットがある。まず当然相手のコートに近い方がそれだけボールが早く到達することになり有利だ。この図のようにはならんけどはい。また打点を前に取ればスイングの距離を長く取りよりラケットを加速させる助けになる。デメリットも考えてみよう。打点の前さを優先するとサーブにおいて重要な高さを犠牲にしてしまう。また限界を超えて前に打点を取れば自然なスイングを妨げてしまうかもしれない。選手たちの中には様々なタイプがいる。これはアルカラスとジャパンオープン決勝を戦ったフリッツ。身長196センチの体を素直に伸ばして高さを優先している印象だね。こちらはアルカラスと同じ身長のルード。前目に打点を取るが素直な前さだね。身長196センチのベン・シェルトン。非常に打点を前に取ってパワーを乗せているね。こりゃすごい。ツアーにはどちらのタイプの選手もいるが、しかし打点を前に取るということは高さを犠牲にしてしまうので、打点を大きく前に取った上で高速サーブを叩き込むというのは長身選手だけにできることだと私は思っていた。極端な話、イズナーのように身長208センチあれば、こんなに体を傾けて前で捉えても打点の高さを保つことができる。すげえフォームだ。身長185センチのフェデラー。それほど無茶な打点の前さはなく、高さを求めたフォームだと私は思う。前にフェデラーのサーブの動画も作ったね。なので身長183センチのアルカラスが、こんなに前にトスを上げて、コートの内側に体を入れ、こうも前方に打点を取っていることは驚きだ。190以上の長身選手たちほどではないにしても、フェデラーよりさらに前に打点を取っていそうだね。なぜアルカラスがこの打点を取ることができるかというと、それはやはりアルカラスの身体能力ではないだろうか。身体能力。アルカラスのサーブで特徴的なのが、打ち終わりのこの姿勢。なんかバレリーナみたいになってるよね。以前テニス雑誌を見たらこの点を、上体が吊られているようにバランスが取れていて素晴らしいですね。みたいなことが書いてあってそれはそうなんだけど。でも他の選手はなかなかここまでの姿勢にならないのはどういうわけだろうな。と私は思っていた。しかしそれも体を大きく投げ出してなお力強くラケットを振るために、上体と足、それぞれが力強くバランスを取った結果ダイナミックな姿勢になるのかもしれないね。
またアルカラスはセカンドサーブでも打点の前差は変わらない。長身であればボールにかぶさるように打ち抜くこともできるが、アルカラスは時に大きく回転に力を割かなければならない。その点でも空中で上体が突っ込まないバランスが必要なのかもしれないね。なるほど。またアルカラスは高さに関してもその身体能力を活かし、肩のラインを大きく傾けて目いっぱい打点を高くしているね。おお、アルカラスは一言で言うと非常に欲張り。欲張り。テニスのあらゆる面で最高のものを目指していると感じさせるアルカラスだが、サーブにおいてもそれは同じ。身長が他のトップ選手より低かろうがなんのその、抜群の身体能力で常識を覆す打点を取っているんだね。ふむふむ。アルカラスのサーブは強力だがやはり難しいことをしていることもあるだろう。波がある点は否定できない。やたら大きく枠を外れることもあれば悪い試合もある。しかしまだ若いアルカラス、この欲張りな男がさらにビッグなサーブ力を身につけていくのか楽しみだね。本当にそうだね。ボーイズ、be ambitious。それでは、また見てねー。